皆さんこんにちは、宮城です。今日はですね、男子胸焼き、こちらですね、やっていきたいと思います。その名の通り、一関の刀ですね。岩手県の新進刀になります。幕末頃の刀ですね。地元の方はですね、もちろん郷土を代表する刀工としてですね、ご存知だと思いますし、よく知らないなっていう方でもですね、名前の胸の字で、ピンとくる方とかいろいろいらっしゃると思います。自分もあまり詳しく知らなかったので、今回ですね、いろいろちょっと勉強させていただきました。でですね、この胸焼き、一関市、一貫市という漢字の通りですね、一関藩の藩士なんですね。お侍さんでもあり刀鍛冶であるというパターンですね。この胸焼きがですね、どういう投稿だったのか、ちょっとこれからやっていきたいと思います。まず刀見ていきましょう。八丁2尺4寸8分ですね、75センチ約。で、反り2センチというですね、非常に堂々たる、寸法でございます。幕末というとですね、この金納刀のイメージがある方いらっしゃると思います。大きさでですね、反りが浅くて、ゴリッとしたいかにも強そうな金納刀というのがイメージされる方もいると思うんですけども、この刀はそういう感じではないですよね。長さこそありますけれども、元先の差があってですね、切っ先の形状も尋常で、反りもありますから、優雅な印象さえ受ける一振りです。で、刃文はですね、もう具の目ですね。こうして見ると、よく焼き場が見えますけれども、小さい具の目がですね、整然と並んでいる姿、よく見て取れます。小荷がついてですね、大変出来よろしいと思います。そしてこの美しく積んだ地金ですよね。もちろん期待はありません。出来として申し分ないというか、もう本当にそれ以上言うことないぐらいの刀ですね。で、自分がですね、一番お伝えしたかったのは、この手持ちの良さなんですよね。これ刀身だけで1キロちょっとあるぐらいのものすごい小刀なんですけれども、この手持ちのですね、このバランスの良さ、これがすごいいいんですよね。この白鞘で持ってもあんまり重く感じないんですよね。もう前回の久道とかですね、持ってるとだんだんもう疲れてきちゃうんですけどもこれはですね、本当に全然持ってられる。こっちの方が重いのに全然持ってられるっていうのはやっぱすごいなと思いますね。白鞘でこれですから、こしらに入れたらですね、さぞ凄まじい働きをしてくれるものだと思います。それもそのはずでですね、一関藩士は戊辰戦争の際にこの胸焼きの刀を携えて戦場に向かったそうです。一貫士胸焼本名は久保田光政。鉄砲鍛冶の家に生まれた胸焼でしたが、藩に命じられて江戸に上り、名工小山宗次の門人となり、安政3年1856年に胸の字を授けられ、胸焼と名乗ります。宗次の技術を習得して一関に帰郷した宗明を藩は厚遇し、宗明の刀を所持することを奨励しました。宗明の刀について先代藩主伊達義国は無類の鍛錬と高く評価しましたが、明治9年1876年に廃刀令が出されると、宗明は激しく怒り、自作の太刀を振り回して刀身を折ったという逸話が伝えられています。宗明の刀とともに果敢に戦った一関藩でしたが、戊辰戦争は負け戦となり、処分減俸されてしまいます。そしてその戦に負けた相手にですね、明治政府に廃刀令まで出されるというのは、武士としてのプライドと刀鍛冶としてのプライドが両方を潰されたような形になったわけで、その悔しさや怒りというものは相当なものだったのかなというふうに感じました。こういう話を聞いたりとかですね、この手持ちの良さ、
を感じると、美術品としてですね、出来も素晴らしいんですけども、それ以上にやっぱ一関半紙の刀という面をですね、強く感じることができますね。やっぱりいろいろ知ると見方は変わるもので、私も今回この動画を作るにあたってですね、大変勉強になりました。素晴らしいですね。で、この刀は白鞘のみになりますけども、白鞘、いい白鞘です。さすが、正目が詰まっていて、うっすらこうトラフ出ていて、密級品の白鞘ですね。で、佐藤寛山先生の鞘書きがしっかりとございます。で、実はですね、この刀、過去に有名なお店でですね、都会の有名なお店で使われていた刀なんで、そこのページもまだ残っていると思いますんで、そちらでもですね、内容を確認できます。私が写真撮ったよりも、はるかにうまい写真が見やすく載ってると思いますんで、興味ある方はそちらもご覧いただければと思います。で、その時はですね、丸徳、旧鑑定の鑑定書ついてたようなんですけども、今は失われておりますね。特報だけになってます。で、登録書もですね、再発行になっていますね。あとはそれから、刀の方も口先、横手のあたりですね、ちょっと引け傷というか、擦れ傷というか、当たりがですね、出たりとかしておりますので、微妙にその辺でですね、変化を感じるというか、そんなところでですね、時代の流れ感じてもちょっとあれかもしれないですけど、ちょっといろいろ、その時からですね、変化がございますので、ご確認いただければというところでございます。ではまた。